今日はもうそもそものそもそも日本にこのほうポノポノが伝わってきた経緯から不長くなんですが、どういう歴史をたどってきたのかっていうことの、これはもう僕の見解なんで、普段はこう喋ることを書いて貼ってあるんですが、もう全然ノープランで好きなように喋ります。船の教えっていうのは、7つの宣言のことで説明しましたけど、ものすごくいろんなメソッドがあって、言ってることはマナーを集め、三位一体が一番そうですね。三位一体になる、三位一体マナーを集める赤コードをたどって施術をしたり祈りをしたり儀式をしたり、それによって、効果を表して、その効果があるかどうかを自分たちで検証していってくださいねっていうのが船の教え。船の歴史というのは、これはもともとはハワイなんですが、もっともっと昔をたどるともうムー大陸とか異星人の話とかにもなったりもするんですが、そこまでいっちゃうとまたわけわかんなくなるんで、この船の教えの中の一つの方法としてハワイではホーポノポノという和解の儀式、裁判ですね、古代でいう裁判というのがホーポノポノです。でこれは2005年にインターネットの上で、世界一風変わりなセラピストということでハワイにいたイハレア・カラヒューレン博士が、ハワイにある重犯罪者、精神疾患を持った重犯罪者の収監されている、病院というか刑務所というか、そういう施設に、ヒューレン博士がアドバイザーみたいな形で勤務を始めましたと。そうしたところヒューレン博士は患者だと対面するわけでもないんだけど、ただ行って患者の資料を見ながらずっとクリーニングをしてたら、どんどん患者が回復していって、結局はその重犯罪者を収監してた、施設そのものが結局、収監する犯罪者がいなくなってしまって閉鎖になったということが世界中を駆け巡ったんですね。でその時にちょうど引き寄せの法則というのがあって、その引き寄せのマスターの中の一人でジョー・ビタリーという方がこのホーポノポノを見つけ、ヒューレン博士のインタビューの中でハワイの秘宝という書籍を書き上げていったんです。その中で4つの言葉、ごめんなさい、許してください、愛してます、ありがとう、これを唱えるだけで奇跡が起こるということで世界中に流行ったんです。で日本にもやってきました。2006年で2007年にクラスが改正されたんで、僕は2007年にヒューレン博士から、ベーシック1とビジネスクラス、あとは、アブセンティって遠隔も受けてますし、KR 女子の個人セッションも受けたことありますね。でずっとホーポノポノをやってました。ですんごい数いましたけど、見事にほとんどやめてます。で今は
もう検索してもほぽのぽのそのものがもう下火だと思います。ですが日本でクラスをやるとなると満席には一応なりますね。で日本で、ほうぽのぽのを広めてるのは、シスといって、セルフアイデンティティするほうぽのぽのというところなんですが、物販で、違うところがその情報を発信してて、もう日本には事務所っていうのは形だけですね。活動はそのクラスだけです。ベーシックビジネスクラス、あとヘルスクラスですかね。でその頃もともとのほうぽのぽのの教えというのはこういうことです。100% の責任、問題が起こった時にその問題の責任は全て自分にあるということを認めて 100% の責任を受け取るんですよということで、言葉としてはごめんなさいという言葉が当てはまってます。で自分の中に受け取ったらそれを許してくださいという形でクリーニングをかけます。そして愛に置き換えるということで愛していますということと、最後はその愛に置き換わってもらったことに感謝して手放すと、それはありがとうという言葉で OK ですよというのがこのほうぽのぽの成り立ちです。でただですね、これは後々分かったんですが、この、ごめんなさい、許してください、愛してます、ありがとうのこのごめんなさいをハワイ語ではカラマイというんですが、カラマイというのは私に光を見せてくださいとか、私に何々をという形で、この I'm sorry と英語では訳したんですけども全然意味が違うんですね。で日本語になったのはその I'm sorry がごめんなさいで日本語になって、僕らは英語でほうぽのぽのを学んでますからごめんなさいでやりますよね。でこのごめんなさいという言葉は日本人にとってはとっても嫌な言葉なんです。何が嫌なのかというと、小さい頃に親の教育ということで親から何か子供が悪いことをした時に謝りなさいと言われるんです。ごめんなさいは、ごめんなさいって言いなさい、反省してますか、ごめんなさいはっていうことを言わされるんです。で子供は自分が悪いことをしたか悪いことをしてないかわからないんですけど、親がそう言わな、親にそう言わされるということで、それを言わなければずっと親は機嫌が悪いままなので、仕方なく自分が罪の意識はないのにごめんなさいと言います。でないと親が納得しないので、それがその小さい頃から染みつくちょっと冤罪的なことなんです。さらには許しを許してくださいということも、この2つはですね、自分が悪いことをしてないのに謝らされる、許しを請わねばならぬということで、日本人のほぼ皆さんがこの「ごめんなさい」と「許してください」には、罪悪感を持つというか冤罪的な意識で、なんで私が謝らなきゃいけないのとか、何もしてないのに僕がなんでそれをごめんなさいと言わねばならないんだということになります。でこれは英語に訳した時から全く同じことを言われてるんです。
ハワイ語から英語に訳した英語を日本語に訳すというと、同じホーポノポノの中でも訳し方によって解釈が微妙に変わるんです。で、英語のバージョンでずっとやっていると、やはりジプシーというのは一生懸命やるんだけども、最初はいいんですよ。なぜかプラシーボがかかってるから、これをやれば救われると思うんですけど、やっていくうちにだんだん負の感情がうっせきしてって、結局効果よりも負の感情の方が勝ってしまって、効果が出なくなってしまいます。これはもうホーポノポノの4つの言葉を唱えるだけの簡易型ホーポノポノと言われるんですが、簡易型ホーポノポノの弊害ということで40年以上前から言われてるということなんです。ハワイ語のその4つの言葉っていうのは実はありません。この方の、YouTube で出てますので、モーナ・シメオナ女子、お師匠さんですが、4本出てます今 YouTube が。全部見てみてください。その中に4つの言葉、ごめんなさいも許してくださいも出てこないです。出てくるのは、あなたは自分を愛していますかという、その自愛ということしてますかということと、あとはウニヒピリ、潜在意識のケアをちゃんとしましょうねと。ウニヒピリというの語源はこういうもので、こういうふうな作用をするので、赤コードというのを一旦断ち切るという方法もありますし、その赤コードに関して注意が必要ですよということを言ってます。で、2005年にヒューレン博士がその病院を癒したということの中で、ヒューレン博士自体がその病院の患者さんたちを癒すのにモーナの力があったからクリーニングが早く進んだと言ってます。モーナがいなかったらもっと時間がかかったというんですが、モーナはカフナ、僕はジャパニーズカフナと名乗ってますが、日本人でカフナなんて本当はいません。ただこのカフナというのは専門家という意味で、一応僕はカフナと言ってますが、ワオポノポノをやられる方は日本人のカフナでいいなと思ってます。でですね、ハワイ語で4つの言葉はないんですよ。カラとミヒっていうのはそのホーポノポノの儀式の中で出てきます。それは懺悔と許しということで、懺悔をすることで許すこと、許しを請うことを許すこと、逆にこちら側からも懺悔と許しということで、これを、ホーポノポノでは大人数でやるんです。で、迷惑をかけた人間と迷惑をかけられた人間双方の和解をするんですけど、これをモーナが記憶の再生だということで、みんなはつながっていて、おのおのが迷惑をかけた、迷惑をかけられたという共通した記憶を持ってるだけで、根っこではつながってるということを提唱してますんで、じゃあ特に2人3人とか別々に来なくても1人で成り代わってやれば、懺悔と許しを行えばその問題を解決できるじゃないですかっ
という発想になって、モーナは大人数でやるハワイの、儀式ホーポノポノをたった一人でできるようにセルフアイデンティティスルーホーポノポノというものを提唱して、一人でクリーニングができますからということに作り上げたんですよね。ただモーナの手法と今あるシスの手法は少し違います。4つの言葉、僕は4つの言葉を提唱してますが、なぜかシスでホーポノポノを学んで4つの言葉から入ったからなんです。でそれがうまくいかないなというもう悩み抜いた末に、もう一回勉強してみようと思って船学にたどり着いたんです。そこからこの英語版でやっていればうまくいかないんだなということを察知してですが、じゃあどうしようかって考えた時に、ハワイ語ポリネシア語なんですが、世界のうちの言語で2つだけ母音で終わる言語があるのがポリネシア語、ハワイ語もポリネシア語の一つなんですが、あと日本語、この2つだけなんです。でこれを如実に表しているのが、僕が言い出したのは返事をするより前に挨拶が先っていうことを提唱してますんで、はい、私たちは今ここにいます、ワクワクという言葉を英語に直してもらった時に、ワクワクという言葉の英語訳は無理ですという言葉をいただいたんです。でハワイ語を英語に訳すのでも、英語の言葉の中ではハワイ語を訳す言葉がないものもたくさんあるんです。でハワイ語を日本語に持ってきた時に、僕は日本語の数も相当な、ハワイもアルファベット表記じゃないですか。けど日本って漢字、カタカナ、ひらがな、アルファベット、数字、あとは近代文字とか言って古代の文字とかもありますから、ハワイの言語よりもはるかな数多い言語を持ってます。だから日本語の中の読み解きで、そのハワイの秘宝を日本語に置き換えても通用するんではないかという考えでワオポノポノと言い出しました。で僕が作ったワオポノポノは僕自身の思考で作ったもんであればそんなに大したものではないと思うんですけど、僕はあんまり考えてなくて、ただ顕在意識と潜在意識を仲良くなる、このあとは三位一体工事の意識と三位一体ということをずっと焦点を合わせてやってきて、朝の祈り、夜の祈り、寝る前にその自分が今抱えている問題の答えを下ろしてもらうようにお願いをして寝て、目覚めた時に自動で書いていったのがまとまって、一つ一つ解決してって、いろんな解釈が出てきて、これはもう全部下ろしてもらったものなので、僕が作ったとは本当は言えない感じなんですよ。勝手にできたというのが本当に正しい言い方だと思います。あとは初めの祈りとか閉式の祈りもやはり日本語にしております。で日本はやはり敗戦国なので、やはり勝者の歴史というのは勝者の歴史で、もうアメリカがその日本の行く末を決めますんで、例えば一言
私というのはこういう字を使ってますが、今はこういうふうに、これは戦前にこういう表記だったということなんです。これを GHQ によって禁止されてます。和と他と志、初めから三位一体だったんじゃん私って、それをこんな風に書いたから、あ、消えてしまったんだ。だから健在意識の私だけでずっとぐる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 考えてるから、孤独感を味わったりとか、解決できない問題がいっぱいあります。ただこういう時代になった時に皆さんいろんなメソッドを探していますが、この僕はホーポノポノ、何がすごいのかというと、ハワイでは、罪人という罪の意識というのはないんですというところからスタートしてます。だからどっちがいいとかどっちが悪いという考えがないんです。迷惑をかけられたり迷惑をかけたということ自体が唯一の罪なんで、そういうことが起こった場合はもうハワイの島に住む、同じ民族の中であれば、それは別に血縁であろうがなかろうが全て家族だということで、必ず和解で終わるというのがこのホーポノポノのすごいところなんです。で、必ず愛に問題を置き換えるというメソッドなんです。愛に問題を置き換える、いろんな問題がやってきますが、全てを愛に置き換えるメソッドなんてどこを探してもないので、だからもうこれはもう日本にとって、日本人にとって格好のというか、これ以上に素晴らしいものがないなと思ったので、僕は追求してますし提唱をしてます。でこれは見ていただいていると分かると思うんですが、誰かに何かをやってもらうプログラムではないんです。僕とかへは相談来ますが、僕はお手伝いをしますが、必ずこれをやってくださいねと言います。でその場でじゃあちょっと一緒にやってみましょうかということを提唱します。でポンと何も知らずに来られた方にお話をして、最後に「どうですか?」って聞いてみると「半分ぐらい楽になりました」と言われます。でそれならいいなと思って、ただ半分は自分でやってください。なぜか経験をするために問題が起こるんです。全部やってもらったら自分の経験値として残らないじゃないですか。半分もしくはそれ以上のことを自分で解決しようとすることで、それを解決できた時にあなたの経験値として残りますし、愛に置き換えていれば同じような問題は二度と起こらないんです。これが僕とこへ相談に来られて、この手法を一度教えるとリピーターとしては来られないというのは、皆さん全部自分で解決できるようになっていくからなんです。これは海外の人には、日本人で海外に行かれててどこにいても日本語が理解できていれば、日本語でやれば全然 OK ですから、一番強力な言語なので一番聞きます。もう日本人で生まれたことにもう大感謝してますんで、日本人は世界のどこへ行っても
やはり平和を愛する民族で、やはりその現場現場でいろんな争いをしていると思いますが、どちらかの味方をするというのは正義と正義がぶつかって、どっちかの正義を選ぶとどっちかの正義は悪になるんです。だから加害者被害者みたいな、被害者加害者、多いのは被害者加害者っていう考え方です。この被害者加害者という考え方で、自分が被害者なんだという考え方をした瞬間に、これはちょっと気をつけてほしいんですが、被害者意識が被害を連れてくるんじゃないんです。被害者意識が新しい加害者を目の前に置いてくれますから、これは気をつけていてください。で、このようなリボンをつけてますが、これは感情が起こります。問題が来た時に。で、感情が起こった時にポンとリボンを置くことで、そこに何らかの感情があるんだということを、あるんだということだけを認めるんです。感情側からの存在欲求をこっちに欲するので、こっち側からそれを見た時にあるんだなっていうことだけでいいんです。これを反応してしまってだいたい嫌だとか思うじゃないですか。問題に関しては負の感情が乗っかかってくるので、もうそんなん嫌だよねとか、こういう反応したらこれはもうスッと逃げてって、また新たな問題がやってきます。だからこれを癒すにはあるんだな。で、こっち側から承認をしないというのがミソなんです。承認をすることで相手の存在欲求というのはこっち側の承認欲求に置き換わってしまって、またこれ意味が違ってしまうので、ここを注意してほしいので、こういうリボンをつけるっていうことで、ただあることを認める、あるがままに認めるだけ、それ以上のことはしない。ここがこのホーポノポノでも言っている、クリーニングする時ごめんなさい、許してください、愛してます、ありがとうの中に感情を一切入れなくていいんですということの意味なんです。このことがわからないからみんなずっと苦しんでるんです。ごめんなさい、許してくださいには負の感情が起こる。自分で、その感情に対する自分が反応してしまうことで、感情の存在欲求をこっち側から見てしまって、いろいろなことを考えてしまうと承認欲求に置き換わってしまう、もしくは嫌悪感で跳ねのけてしまうということが起こります。 100% 受け取るということにはもう程遠いので解決ができないんです。ここを間違っているのと、もう一つは受け取ったら自分の中でクリーニングする。皆さん目の前に物事を見てますから、見てる方向に向かってクリーニングをかけるんですが、これが第二の間違い。この2つに引っかかってみんなジプシーになります。それを読み解いたのが一応僕だったというだけで、だからワーポノポノ日本語であればいけるということで、船の教えホーポノポノも使えるんですが、感情が一切いりません。で、負の感情が入り込むということを念頭に置いて、で一番大事なことは自分にフラシーボがかかっているかどうか。自信満々で本当にできれば多少なり感情が入ってなかったね、多少なりの間違いでも絶対大丈夫と思ったら大丈夫になるんです。これがフラシーボの効果ですんで、はい、ぜひやってみてください。で、これじゃあちょっとなっていう場合はハワイ語にしてみてもいいですし、ハワイ語もピンとこないなと言ったらワオポノポノのワクワクプログラムと12のステップまでは学んでいただくと、あとは自分ができるようになった、自分のことがもうできるよっていうことになった、落ち着きましたとなったら周りの大事な方にやってあげてください。
あなたがそれをやってあげることであなたのスキルが上がっていくっていうことと、どんどん自分と潜在意識のコミュニケーションが取れてきます。ここがちゃんと取れるようになると、いろんなことがあなたの想像を絶する、はるかに超える奇跡的なことが目の前に現れてきます。で、一番最後は平和になります。この平和になるというのが一番今の世の中では難しいんではないでしょうか。それが簡単に手に入りますんで、ただ日々やっていくコツコツは必要です。今日はそういうお話ですね。海外にいる皆様、ワーポノポノで乗り切ってくださいね。以上です。はい、私たちは今ここにいます。ワクワク。ホーポノポノがこうアメリカからビュッと来たみたいに、はい、ワーポノポノがいろんな世界各地から日本にまた戻ってくるようによろしくお願いします。ミスでした。またね。